こんにちは。今日は食品ロスを減らすため、冷蔵庫の余った野菜やストックを見直して買い物には行かずに無駄なく余り物を使い切ろうと思います。野菜はちゃんと保管していても気づいたら傷んでるなんてことありませんか？今日はそんな野菜を長期保管できる下味冷凍と冷凍ストックをたっぷり14品目作っていきます。野菜はこちらをすべて使い切るレシピとなっています。メニューは11品目にピザパンとチャーハンも、冷凍ストックも作っていきます。余り物なだけにシンプルメニューで簡単だけどあると重宝するメニューを揃えました。ではいきますよ。大根冷凍レシピの1つ目は角煮風大根。長方形にカットして豚バラスライスを半分に切って巻いていきます。巻き終わりを下にしておきましょう。詰めたら完成。醤油大さじ 3.5、 みりん、酒、砂糖大さじ2ずつ軽く揉んで完成です。冷蔵庫で解凍しました。お鍋にお水 100ml 注いで火をつけます。弱めの中火で落とし蓋をして蓋をします。煮込んだら完成。大根が染みててとっても美味しかったです。先ほどの大根と同じ長方形にカットして水にさらします。きゅうりは乱切りでも好きな形で OK です。あとは詰めて白だし大さじ1、ごまをたっぷりとめんつゆを小さじ1、冷凍庫を保管して使うとき半解凍で出します。冷たくって美味しかったです。大根はいちょう切りに、人参も1/2をいちょう切りにして詰めます。豚肉も詰めたら豚汁の素のストック完成。冷蔵庫へ保管します。冷蔵庫で半解凍したら鍋に入れて火は中火です。お肉に火が通ってきたらお酒大さじ3、みりん小さじ1、お水を 500ml とお味噌大さじ 1.5 混ぜたら完成です。お好みでネギをかけてください。人参1本分を一口サイズにカットします。玉ねぎは少し厚めにカット。じゃがいも一口サイズに。お肉は豚肉です。これも食べやすい大きさにカットしていく。詰めていきます。量が多いので2つ分作りました。醤油大さじ2、みりん大さじ2、お酒も大さじ2です。白だし大さじ1/2、お砂糖も大さじ2、これで完成です。あとはパッキングしていきます。揉み込んで絡んだら冷凍していきます。玉ねぎ1/2と人参も1/2切っていきます。エリンギも簡単に切ります。さっきカットしたエリンギと野菜をミキサーにかけます。お肉は今回は豚ひき肉大を半分入れてます。野菜を詰めてそこにトマト缶を半分入れていきます。ケチャップ大さじ3、ウスターソース大さじ1、醤油大さじ1弱、コンソメと蜂蜜大さじ1、にんにく少々入れたら完成です。解凍は水につけて解凍しました。両面の中火で蓋をします。混ぜてグツグツになったら冷凍していたパスタを 500W で3分レンチンしておきます。あえていくだけ、上からかけてもいいです。
お昼ご飯に食べました。美味しかったです。2本皮のまま500ワットで8分固めに温めます。袋に塩小さじ1用意したら鶏肉を一口サイズにカットしていきます。鶏肉はブラン液につけているのでプリプリです。お肉を詰めていきます。1本は照り焼き用に小さめにカット、塩の袋に入れていきます。1本は大きく切って茹で用ストックトウモロコシに。塩水の中で冷ましつつトウモロコシの水分を保ちます。水を軽く切ったら茹で用と照り焼き用に詰めましょう。醤油とみりん大さじ 2.5、 お砂糖も大さじ 2.5。 解凍は冷蔵庫で解凍しました。火は中火で蓋をする。お肉の色が変わったら火を強火にしてタレを少なくします。タレが少なくなり絡んだら完成。屋台のトウモロコシの味、子供がむさぼって食べていました。ナスも冷凍ストックにして保存期間を延ばします。ナスは乱切りにカットします。水に浸して水分を拭き取ります。袋に詰めて小麦粉を大さじ1かけてなじませたら冷凍庫へ。解凍はせずに袋から割りフライパンへ投入します。オリーブオイル大さじ3、バター 15g、 味の素8振り、強めの中火で焼き上げます。ベーコンを最後に入れて完成。パリパリで美味しかったです。水菜は傷みが早いので2束買ったら1つは早茹でして冷凍しておきます。少し煮たらざる揚げして水で締めます。水分を拭き取って冷凍庫へ。解凍は冷蔵庫で半解凍で OK です。ツナ缶と鰹節、ごま、めんつゆ小さじ1、ごま油小さじ1、これをかけて混ぜたら水菜のナムルの完成です。鶏もも肉は1つ 400g でした。これを大きめのサイズにカットしていきます。もも肉は2枚ともブライン液につけています。唐揚げ用に下味冷凍して作っておくとかなり楽です。袋に詰めて醤油大さじ3、みりん大さじ2、お酒大さじ1、お味噌大さじ1弱、にんにくチューブ大さじ1、生姜少々。揉み込んだらパッキングして冷凍庫へ保管していきます。解凍は冷蔵庫で、急いでる方は水に浸して解凍してください。ざるにタレを切って片栗粉を大さじ2、揚げる直前もう一度片栗粉をまぶしてから揚げます。火は中火で裏返して2度揚げ。こうすることでカリカリでジューシーに仕上がりますよ。ジューシーで味が染みててとっても美味しかったです。鶏そぼろはもともと簡単な調理なんですが、冷蔵庫整理のため下味をつけて下味冷凍にします。お酒とみりん大さじ 2.5、 醤油大さじ 3.5、 お砂糖大さじ3、これで完成です。そぼろは冷蔵庫で解凍しました。このまま蓋をして火は弱めの中火です。出来上がったタレをご飯にかけて炊き込みます。定番ですが何回食べてもそぼろはとっても美味しいです。プルコギは我が家の定番。玉ねぎを半分薄切りにして、お肉は牛肉が高いので豚肉にします。袋に詰めていきます。醤油大さじ2、お酒大さじ 1.5、 みりん大さじ1、にんにく大さじ1、お砂糖大さじ2、ごま油小さじ1で完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。
と思ったんですが、今回は使いたかったので冷凍せずそのまま使いました。炒めるだけなので5分で完成。チャーハンなどにも合います。お昼ご飯にチャーハンを大量に作ったのでストックしていきます。冷凍が増えたのでプレスンシールが本当に役立ちます。冷凍焼けを防いで新鮮さが違います。チャーハンもふわふわの状態でチンできますよ。大盛りチャーハンストックの完成です。冷凍します。冷凍しなかったのは味パンをストックしたかったからでした。食パンって期限が早いので買う頻度高くないですか？スーパーに行く回数を減らすため3斤買って冷凍します。ピザパンを作っておくと朝が楽で長く保管できます。チーズとお肉を乗せてプレスンシールで真空にします。漏れなくパン屋さんになった気分を味わえます。何気に包む工程がなんか楽しい。3日分2人前のストックが完成しました。今回は冷蔵庫の余りで14品目のストックを作りました。冷蔵庫って保管ができる分気づいたら使えなくなっていたをなくすため、たまに見直してみて、冷凍ストックできるものは冷凍して使い切るとすっきりするし節約にもなります。今週はスーパーに行かなかったので食費がかなり浮きました。それでは食器とともにエンドロールです。来週もまた皆様にお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。